こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。しもです。はい、今回は水回りを完成させます。はい。じゃあ早速やっていきましょう。このなんかシンプルな感じもすごい可愛いなと思うんですけど、ちょっと寂しいなと思って、タイルを貼ることにしました。おなじみの DIY タイルさんで購入しました。はい。ちょっとね、特徴があるタイルなんですよ。ねえ、ちょっと挑戦したよね。結構挑戦。かわいい。めちゃめちゃ柄物を選びました。はい。しかも全部違う柄。ね、こだわって選んだよね。メキシカンタイルです。いやー、全部一点一点手作りでイラストを描いているみたいなんです。前にあそこのキッチンのタイルを探しに行った時に、実はこれすごい気になってて、そう、入り口にあってね、目に入ったんだよね、パッと。そうで、もうそっからずっとこのメキシコタイルが忘れられなくて、そうなんです。やっぱりどっかに使いたいなと思って、一番最初に目に入るところにパッと貼ろうかなと思いました。で、そう、さっきから水回り水回りって言ってたんですけど、もともとね、私たちシンクこっちに置く予定でそうなんですよね、やってたんですけど、実は、シンクこっちに置くことに変えました。はい、こっちの方が使い勝手がいいっていうことになったので、決意しましたね。はい、ちょっと一旦置いてみよう。はいはい。まあこんな感じでこっち側に配置してみました。こっち側に設置するとすごい良くなったことが、今マリコさんがいるスペースがめちゃくちゃ広くなったの。そう、もういろいろできるね、身動きがね取りやすくなったの。そう、あとね、これがここにあると、このソファーへのアクセスがなんかすごい近くなったんだよね。こうね、グーって入って、即ソファーだし、ポータブルバッテリーもあって、電源とかも触りやすい。そう、もう手伸ばせばね、触れるぐらいの距離になったんだよね。ね、ちょっと前のやつもやってみる。やってみよう。旧バージョンになりました。まずね、ここだよね、入り口の。ね、やっぱこれだよね。こう入るときにね、こう、結構いった、結構いったわ。本気でいくよ。ここがこんぐらいスペースあるように見えて、実際なんか感覚だとここまでしかないんだよね。こんな感じ、広く見えるけどここないのと一緒みたいな。ね、わかるわかる。でやっぱりここからだとね、もうね、絶対にポタデには手が届かない。そうだね。それも結構使いづらい。あとね、こっちから見ててめっちゃ気になったんだけど、この隙間すごい嫌だ。確かにそれはそう。今気づいた嫌だったポイントだ。フィットしてない感がすごいね。ということで、このシンクをこっちに置いてタイル貼っていきましょう。はい。もうちょっと上でもいい気もするけど。確かに白の枠可愛いかも。ちょっとシミュレーションしてみました。額縁みたいな感じで、こういう白い木枠をつけることにしました。今これ支えで木入れてるんですけど、中は基本的にはコーキングで目地を作っていこうと思います。じゃーん。じゃじゃーん。かわいい。じゃあちょっと杉板で窓枠作っていこう。はい、じゃあミルクペイントを塗っていきます。じゃあ枠貼っていきます。はい。枠だね。針枠だね。そうだね。若干さ、この高さとの差がすごい気になる。もうこの際切る。切っちゃうか。気持ちいい。はい、じゃあ SG ボンドでつけていきます。はい。じゃあ枠ついたんですけど、タイル張りは明日やっていきたいと思います。はい。ちょっととんでもないミスに気がつきました。はい。なんと枠にタイルが収まらない。やばくない？ちょっと置いてみよう。置いてみよう。あちゃー、枠邪魔。枠邪魔。なんでこうなったかっていうと、
見た目をね重視してこの枠の高さをレールの高さに合わせようって言って切ったんですよ。そりゃ入んなくなるよ。だってタイルの大きさ考えてこれ設計して切っちゃったんだもんっていうアホなミスをしました。一旦一番下だけ外してみよう。はっ。おお。あ、でもここ埋まるか。強い S 字。いいよもう。一応取れた。はい、じゃあ1センチ縮めたやつやってみます。入るか一応やっとこう。大丈夫そう、全然大丈夫そう。あ、可愛い。可愛い。しっかりリカバーできました。ちょっとよく見たらね、上下で太さ違うんですけど、パッと見わかんないということで、これでやっていこう。やっていこう。思ったより綺麗にできたね。ね。この辺だって埋めたら多分見えないもんね。よかったよかった。一件落着。よかった。ということで、楽しみにしていたタイル貼っていきます。で、おなじみの SG1 ボンド使っていきます。今回は剥がさなくてもいいようにしようね。結構盛りたいね。ね。でもはみ出したくはない。5点付けとか。いいね。5点付け。うわ、めっちゃ出そう。大丈夫かな。おお、厚み感じる。意外にちょうどいい。ナイス。可愛い。待って、可愛い。よいしょー。よいしょー。よいしょー。よしそう。晴れました。やったー。ちょっとまだボンドが固まってないので、このままちょっと待ちたいと思います。はい。できましたー。まあ、ただこれはこれで終わりではなくって、目地のところをコーキングで今から埋めていこうと思います。はい。でコーキングする前にしっかりマスキングテープで縁取りします。はい、回して終わりました。はい。じゃあ目地だけ出てる感じですね。このコーキングで目地を埋めていこうと思います。はい。こちらは変成シリコンタイプのもので、色はホワイトです。上から塗装も一応できるものなんですけど、まあここではホワイトのまま使おうかなと思っています。はい。いきます。はい。ちゃんと奥もね入ってるかな。はい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 。ヘラでギュッていきます。ギュッ。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、コーキングできたので乾く前にマステを剥がします。はい。剥がしたらなんか角が立っちゃったり、マステと一緒に剥がれちゃったりして、なんか全然綺麗にできなかったので、もう指でこう鳴らしていって、いい感じにしようと思います。いい感じに。これなんか沈みすぎちゃう。沈むよね。いやでもなんかヨーロッパのさ、石畳ってこんな感じじゃない？確かに。あんまり色整然としてない感じがまた可愛いじゃん。まあそうかも。タイル完成しました。おお、やっぱなんか白で縁取られていい感じだね。可愛い。しかもなんかこことこの黄色のタイルの相性がどうなんだろうって不安だったけど、もうね大正解だったと思う。じゃあここにシンク置いてみようよ。置いてみよう。ね。うわー、すごい。こんにちは。なんか一番最初に見える本当に。それが本当にこの子で可愛い。可愛い。じゃあこのシンクの配線を今ねこの壁の裏にある配線とつなぎたいと思います。はい。はい、じゃあ久しぶりにシンクちょっと使ってみます。ね、水出るかな。ね、
シンクのスイッチつけそびれているままなので、直接ポータブルバッテリーの電源をオンにしてみます。はい。おお、すごい音だ。うるさいな。うるさいね、割と。じゃあ行くね。はい。おお、ああ、いい水圧。おお。手とか洗えるかな。あ、全然いい。本当。この辺も全部ウレタン塗装をしてるので、しっかり水弾いてくれてます。あ、本当だ本当だ。この辺の水滴。ね。で、上もタイルがついてるから、壁が水で濡れないね。顔洗うときはこうやってシャシャー。なんか意外と広いわ。思ってたより広い。あ、てか全然ぶつかんない。あれ？こっちでよかったね。最初から。めっちゃいいよ。音が気になるわやっぱり。だよね。ちょっとなんかさ、一回シンクの動画を出した時に、この音についてうちらが言及したら、緩衝材とか挟むといいよって言われたから、それをちょっとやりたい。試そう。こんな感じになってます。こっちが給水でこっちが排水。感じです。今ちょっとタンクを出してみました。こんな感じでウォーターポンプがついています。でもね、これが直接壁とくっついてるから、振動ですごい音がします。だからこのウォーターポンプと壁の間になんかクッションみたいなのを挟もうかなと思います。取り外しました。これにアルミシートを二重にしたやつをこう挟んで止めようと思います。ちょっと施工がね、今後しづらそうな位置にあったので、後ろに付け直すことにしました。今度貼ったので、裏にアルミシートを入れてちょっと防音してみました。じゃあアフターやってみます。お？全然違う。全然違う。超静か。効果ある効果ある。ね、効果ありそう。今閉めてみるね。あ、マジで聞こえない。すごい。超静か。めちゃめちゃ静かです。本当？ちょっとまだまだ静かとは言い難いけど、だいぶマシになりました。そうだね。あと外にあんまり聞こえないってことが分かって本当よかったです。ね、ちょっとね、キャンプ中とか迷惑かけちゃったら嫌だからどうしようと思ってたけど、これは全然大丈夫だと思います。よかった。ちょっと扉の落とし状なんですけど、前回の動画では左下についていたんですよ。こんな感じで。でも右上にこういう風につけることにしました。というのも前回ちょっと言いそびれちゃったんですけど、扉が閉まってる状態でも、こう開いてる状態でも落とし状をつけたくて、で閉まってる状態の時はこの受け皿をシンクの下の部分につけたらいいなと思ってたんですけど、こう開いてる時は受け皿がねつけられないの。そうなんです。なんかここにさ、変な段差作って、なんかあっても嫌じゃん。天井に点付けをすれば、その問題が解決できるんじゃないっていう話になり、ここにこう止めることにしました。もともとその上につけたら結構目立っちゃうから嫌だなって思ってたんですけど、この製品がこの扉に結構馴染んでくれるから、ね、上につけててもいいやって感じになりました。しかもそうだ、あと1個さ、上につける利点があったんだよね。車が運転中に扉がこうガタンって外れちゃうんじゃないっていう結構意見もいただいたんですけど、これが上についてればそれをこうストップしてくれる、そういう利点がありますね。すごい合理的。でもこれでもちょっとガタガタ言いようだったら、レールをこう二重にしたりとかね、ちょっといろいろ考えようかなとは思います。ということで、じゃあ落とし状の位置を変更していきます。今回深さ 10mm の穴を開けるんですけど、ちょっとね貫通したりしないようにこのビニールテープで目印をつけておきます。天井の板の厚みは 15mm なので、5mm 余る予定です。1つ目いきます。おー、いいね。ちょっと入るかやってみるね、早速。確かに。入った。おー、やったー。それで、すごいね。本当にもうこれ
動かない？上下左右全然動かないんだけど。あ、すごっ。すごいね。左右だけじゃなくて上下も動くね。これはいい。完璧じゃん。本当に上にしてよかったね。こっち側も開けていきます。はい。おお、気持ちいい。あ、いいね。今回買った商品、音市場にこんな受けがついていて、ここにつけるのが正規なんですけど、まあ、こうしたいけどこれが今1個しかないんだよね。そう、もう1個買おうかな。買いたいね。何もないとほんとただ穴が開いちゃってるって感じ。で前回の動画で結構多くの人に部屋側にしか音市場がないから、もし扉がこう閉まってた時に運転席側から回れないんじゃないっていう風にたくさんご意見いただいたんですけど、基本的に運転中は後ろ振り返ったりする必要があるかなと思ってるので、この状態、開いた状態にしておこうと思います。なので雨が途中で降ってきちゃったっていう時にでも、開いているのでキャンプ場とか止めたらそのまま部屋側に出入りすることができるっていう感じで考えています。そう、結構その運転席側にも音市場を作ったらいいんじゃないっていう風にも言っていただいてたんですけど、運転中はもう基本的に開けているつもりなので、運転席側からその閉めてロックするっていう状況はないのかなっていう風に考えています。もしかするとこっちで閉めちゃって、で靴がここにあるから一回回ってみたいな感じで使った時、こっち側にいる時に、鍵ロックされてたみたいな状況は生まれるかもしれないです。確かにそういう状況は全然想定できる。部屋側にいて扉閉めてる時にわざわざ音市場をすることはそんなにないんじゃないかなって思ってます。そう、結構車検、保安基準上必要っていうのが大きいよね。でもなんかつけてみて、結構揺れないから、普通にあっていいものだなって思った。本当によかった。はい、ということで水回り完成しました。すごい、めっちゃ変わった。なんかこの車の顔が出来上がりました。あとね、ここにシンク移動してきたわけなんですけど、これも思ってたより使いやすくて本当よかったよね。めちゃめちゃ広くなった、ここがね。顔洗うのも全然いけそうだし安心しました。いやー、なんかどんどんできていくね。できたね。なんかここできたね。ここがさできるともうあれ完成じゃないって思うぐらい。って言っちゃったね。完成まであとちょっとなんですけど、次も楽しみにしていてください。お願いします。ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。